仮歌っていうのがあって、梶浦さん自身が歌ってくれているんですけど、それを聞いた時に本当に不思議な曲だなっていうのが最初のイメージでした。すごいなって、これをどう歌えばいいのかまず分からなくなっちゃって、自分が今まで歌ってきた歌とは違ったので、だからシンプルに歌おうっていうふうにしました。今までの自分を捨ててみようっていう感じでしたね。今までの自分っていうのはなんか癖を出したりとか、なんか洋楽が好きだったのでフェイクを入れたりとか、そういうのがすごく好きだったんです、個人的に。でもそうじゃなくてシンプルに声を乗せる、その方がきっとこの曲は美しいんだっていうことが、まあその時に10年前の自分ですけれども思ったので、そう歌おうって。でも難しかったです、すっごく。いや、あんまり言わなかったですね。こう同じ気持ちかどうかまだ分からなかったし、彼女がすごく私の中では自信に満ち溢れていて素敵に見えるし、なんかそんなこと思ってないんだろうなと思って、そしたら私だけ思っているのをこう伝えるのは申し訳ない気がして、なんか私も虚勢を張るというか、なんか大丈夫って自分に言い聞かせてやってました。でも当時はまだライブとかは全然していなかったので、これを生で皆さんにお届けするなんて絶対に無理っていう気持ちが本当はあったけど、それは言わなかったです、恥ずかしかったし、そんな弱い自分を見せるのが。本当にみんなバラバラだと思います、声は。光はストレートで、儚い部分もあるんだけど、とにかく力強い、エッジが効いてるってよくバンドの皆さんとも話すんですけど、光の声には鋭さがあるから、そこに輝きを感じるんですよ、キラッと。常にいつも輝く刃を声の中に隠し持っていて、瞬間的にそれを尖らせてこうさっと切ってくる感じがすごくかっこいいと思う。でそういう声の持ち主だからこそ生まれた曲っていうのは、梶浦さんが作ってくださった曲はたくさんあるし、やっぱ彼女の個性っていうのはすごいなっていうふうに思います。恵子はもちろんハーモニーの中での低音部分の支えっていうのはもう多分もうこの世の中で彼女しかできないっていうふうに私は思ってるんですけど、それ以前に本当に個性的な声、一瞬ね、初めて恵子に会うとみんな「恵子さんってすごいそういうお声なんですね」って驚かれるんですよ。本当セクシーだし、そういう声を持ってる人って私も全然知らないから、最初はびっくりしましたね。かっこいいなと思って。で彼女の声と光の声が一緒になった瞬間って一番ロックを感じると思うんですよ、私。でそこに自分自身の声がどう入るかっていうと、そこに違うメロディーで空を漂う感じで2人を見つめているような、そういうハーモニー感っていうのがやっぱカラフィナ独特だなって思うし、恵子はソロで歌う部分もハーモニーで支える部分も溶け込むんだけど、恵子っていうその個性が絶対ににじみ出ていて、みんな多分そこが好きなんだと思います。溶け込みすぎてしまうと聞こえなかったらね、ちょっとつまんないじゃないですか。もうそうじゃない、絶対に恵子さんだっていうのが分かるのは、やっぱり彼女の魅力と実力なんだろうなっていうふうに思います。ご自分の声は？私はいい意味でも悪い意味でも溶け込むと思っていて、自分で声を出してる時も声出てるっていう瞬間があったりするくらい、自然にこう
溶け込む瞬間があって、なんか個人的にはそれが好きなんですけど、3人で歌う時っていうのはやっぱり一人一人の役割がすごく重要なんだなっていうのを3人で歌い始めてから知りました。今までは合唱団とかゴスペルとか大人数で歌うからこそ、なんかそこまで目立つとかではなくて、目立たないからこそできたことっていうのもあったんですけど、3人だとやっぱ一人一人の声がとっても目立つしよく聞こえるから、そこで自分がどう2人にアプローチしていけばいいのかはよく考えるようになりました。だからこの部分は2人に寄り添おう、この部分は2人を見守ろうとか、やっぱハーモニーによって変えていく部分はたくさんあって、カラフィナの曲って面白いなって今でも思いますね。カラフィナは梶浦さんが作った歌という楽器のユニットっていうふうにも思っていて、私はミュージシャンの皆さんと一緒にいる歌っていう楽器なのかなって思います。歌も楽器の皆さんと一緒に寄り添えば一つの声も楽器ってよく言いますけど、私自身が楽器だからなんかストーリーはそうだな、難しいな。なんか例えばほら、造語なんかのところはい、もっと典型的に現れる。あれは声でどれだけ組み立てられるか。造語って意味を持っていないので、余計に伝えられる思いっていうのは無限になるわけじゃないですか。そしたら声でそれを表現するから、言葉にするの難しいですね。はーっていう声とあーっていう声って違うじゃないですか。それは私が今悲しいって思った声と嬉しいって思った声を2つ作ったからっていうことじゃないですか。そしたらその造語の中にも悲しみと喜びを込めることができるけど、それは感情であってストーリーっていうよりも声で表現する。だからきっと楽器の人もそうなのかなって。少し優しく弾こうとか、少し優しく吹いてみようとか、強く吹いてみようとか、そういうことなのかなって。声も、表現する側だけじゃなくて、聞く側がやっぱりそれを聞いて、それを思いを増幅させて感じるっていうことなんだね。そうです。聞いてくださる方がどう感じるかはもう全然自由です。私はすっごい楽しく歌ってても、とっても悲しくて切なかったですって言ってもらえたら、それはそれでそっか面白いって思うから、もうなんかその声の可能性はいっぱいあると思います。なかなか諦めなくなりました。すぐ諦めちゃうんです私、本当に。なんか本当はすごく小心者で気弱なのですぐなんかもういいやめとこうってなっちゃうんですけど、歌だけはずっと続けてきてて、なんかそこがすごくやっぱり自分の中では大きいというか、もうカラフィナという3人を絶対に私の中で壊したくないっていうのがあるから諦めなかった。どんなに今日喉が調子が悪くて怖い、このライブ怖いって思ってもみんながいてくれるから絶対に諦めなかったっていうのは本当にすごい自分の中でも良かったなって思います。ライブに穴を誰も開けなかった、誰一人。そのみんなが諦めない気持ちがあるから私も頑張れたと思います。だから助けられているからこそ私も頑張る、明るく笑顔で歌うっていうふうに思えるようになりました。だから昔の私なら考えられない、10
年前の私だったらすぐ泣いてすぐ家に帰ってたかもすぐ逃げ出してると思いますね。でもなんかうちの両親もよく言うんですけど、本当にいつも歌の世界にいたねって、いつも歌ってたねって、なんかその世界がすごく好きなんだと思います、私が。普段もそうだけど、舞台の上では特にね、その明るく笑顔でいるっていうのは、役割分担として岡野さんの役割になってる。いや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 、違います違います。私小心者だから笑った方がなんか笑ってるとみんなも笑ってくれるんですよ。笑顔ってなんか海外に行った時に思ったんですけど、やっぱり言葉が分かんなくてどうしようと思ったけど「ありがとう」って言うとで向こうも笑ってくれるし、で日本語って私好きなので、あえてなんか英語だったり中国語だったりいろんな言葉で皆さんお話ししてくれるけど分からなくて申し訳ないから、じゃあ私も自分の国の言葉でと思って「ありがとう」って言うと、すごいみんなその笑顔でなんか私も笑顔で笑顔が返せるし、なんかこうなんか楽しくなれるというか、それだけで通じ合えてる気がする。だから笑うことと歌うことはもう世界共通な気がします。音楽って、笑顔になれること。